今日は大根サラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大根サラダを作っていきたいと思います。今回ですね、大根以外にも水菜やツナなどを入れて食べ応え抜群のサラダに仕上げていきたいと思います。お野菜をシャキッとさせるポイントや、あとはドレッシングの隠し味などもご紹介していきます。さらに今回はですね、余った大根の皮を使った簡単アレンジレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、水菜、ツナ、マヨネーズ、鰹節、お醤油、お砂糖、お味噌、お酢、おろしにんにく、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず大根なんですが、今この状態で約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そして水菜に関しましては約 60g になります。こちらは目安にしてみてください。この入れる量に関しましてはお好みでね、調整していただいても OK です。そしてツナ缶ですね。今回はオイル漬けを使いますが、こちら水煮を使っていただいても OK です。お好みのツナ缶を使ってください。そしてあとはね、残りの調味料なんですが、お家にあるような手軽な材料だけで作っていきます。ポイントはお味噌とあとはお砂糖ですね。こちらの2つを加えるとコクと旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。お味噌に関しましては今回だし入りの合わせ味噌を使います。こちらはお好みのお味噌を使っていただいて OK です。そしてニンニクに関しましてはこちらはですね、お好みなのでニンニクを避けたい場合は抜いていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず大根の皮から剥いていきましょう。長さがあってちょっと皮が剥きにくいので一度こちらを半分に切ります。そして少し厚めに剥いていきましょう。薄く剥くとね、ちょっと筋しさが残るので厚めにね、剥くようにしてください。このぐらいですね。ちょっと厚めに皮を剥きましょう。ではこちらも同じように剥いていきます。はい、 OK です。こちらの皮はですね、美味しく召し上がれるので後ほどアレンジレシピをご紹介したいと思います。なので大根の皮はね、綺麗に洗っておきましょう。そしたらまずこちらをね、5mm 幅ぐらいで切っていきます。この時ぐらついたりするので手を怪我しないようにだけ注意してください。こちらも同じように切っていきます。そしたらですね、切りやすい枚数だけ重ねて、そしてまただいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきましょう。そしたら残りもね、同じように切っていきます。大根はこのように切ってください。続いて水菜ですね。水菜はちょっとね、土がついてるので一度こちらを水洗いしてください。はい、このように水洗いします。そしたらまず根元を切り落としてください。そしてだいたい 3,4 センチ幅ぐらいで切っていきましょう。大根の幅と同じぐらいの幅で切っていただくといいかなと思います。水菜はこのように切ります。切ったら大根と同じボウルに入れましょう。そしたらですね、こちらのね、水菜と大根なんですが、このままサラダにしていただいてもいいんですけれども、ちょっとね、水にさらしておくとお野菜がね、すごくシャキッとするので少し水にさらしたいと思います。まずこの中に冷水を入れます。このように全体が浸かるように冷水を入れて、このままだいたい5分から10分ぐらいですね、水にさらしておいてください。それではですね、水にさらしている間にこちらツナのオイル切りをしていきます。やり方はやりやすい方法で OK です。オイル切りしてください。このように蓋を利用する場合は手を怪我しないようにだけ注意しましょう。ツナはこのようにオイル切りしておいてください。そうしましたら続いて味付けの調味料をあらかじめ合わせておきます。そうすることで味ムラを防ぐことができます。まずここにお味噌ですね。続いてマヨネーズ、あとはおろしにんにく、そしてお砂糖、あとはお醤油、そしてお酢、あとはごま油です。これを一度よく混ぜてください。特にお味噌はね、塊にならないようにしっかりめに混ぜてください。
はい、このようにねきちんと混ぜましょう。そしたらですね、こちら今5分経ちました。かなり水菜とね大根がシャキッとした感じになってきてます。そしたら水切りしましょう。はい、しっかり水切りします。野菜のね水切りする便利グッズもあるんですが、そういったものがある場合はそちらを使ってしっかりね水切りしてください。ない場合はざるにあけて、そしてねきちんと水分を拭き取ってください。水っぽい状態だと味がねぼやけてしまうので、水分はねきちんと拭き取ってください。あんまりねでもやりすぎると水菜の葉がねしなっとしてしまうので、優しくね水切りします。はい、これで OK です。あとはねこちら合わせていきます。このボウルの中に大根と水菜を入れてください。続いてここに白ごま、あとは鰹節を入れます。これで全体をよく混ぜてください。すいません、ツナをね入れるの忘れてました。こちらのツナ缶も入れてください。大根と水菜とね同じタイミングでこちらは入れましょう。そしてもう一度よく合わせてください。このようにねしっかり混ざれば OK です。あとはねこのまま美味しく召し上がってください。それではですね、余った大根の皮を使って今回はくるみ和えを作っていきたいと思います。材料はこちらです。大根の皮、くるみ、お酒、お醤油、お砂糖、だしの素、こちらを使って作っていきます。大根の皮に関しましては今の状態で約 80g になります。こちらは目安にしてみてください。あとはね手軽な材料だけで作っていきます。今回醤油ベースで作りますが、こちらは味噌ベースで作っていただいても OK です。お好みの方で作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめに大根の皮を切ります。切りやすい幅に切ってもらって、そしてだいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきましょう。大根はこのように切ります。そしたらですね、続いてこちらのくるみを砕いていきます。細かく砕いていくので、もしすり鉢があればすり鉢でねすっていただいても OK です。はい、まずジップ袋に入れて、そして細かく砕いていきます。こちらもね綿棒でこうやって叩いてるんですが、すり鉢でするぐらい細かくね叩き砕いてください。ちょっとねしっとりするぐらいですね。このようにしっかりね砕きましょう。そしたらボウルの中に入れてください。ボウルの中に入れたらここにお醤油とあとはお砂糖を入れます。そしてよく混ぜてください。これでねお砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それではこちらをこのまま使うまで置いておきましょう。ではフライパンを用意してください。この中にお酒、そしてお醤油、あとはお砂糖、そしてだしの素を加えます。これで一度火にかけましょう。火加減は中火です。このまま一度だしの素をね溶かしながら混ぜてください。このようにちょっとクツクツしてきたらここに大根の皮を入れます。そしてこのままこのね汁がなくなるぐらいまで火入れしていきます。火加減はねそのまま中火です。あんまりね加熱しすぎると大根のシャキッという感じがなくなるので、加熱のしすぎにはね注意してください。だいたい 2,3 分ぐらいを目安にね加熱していただくといいかなと思います。はい、今ね2分ほど経ちました。これでね汁気がなくなれば OK です。そしたら火を止めます。そうしましたら先ほどのねボウルの中に大根の皮を入れます。そして和えてください。はい、 OK です。これで簡単な大根の皮で作るくるみ和えの完成です。ぜひこちらもやってみてください。はい、これで大根サラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね大根はシャキシャキでとても美味しそうな仕上がりになってます。そしてこちらが余った大根の皮で作ったくるみ和えです。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。水菜も大根もシャッキシャキですごく美味しいです。そしてこの味噌と砂糖のコクがすごく効いてます。では続いて余った皮で作ったくるみ和えもいただきたいと思います。いただきます。大根の皮のシャキッと感も残ってて、そしてこのくるみの風味がねすごくいいですね。ご飯のねお供にもぴっ
ったりだと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根サラダのポイントです。まずですね、大根と水菜なんですが、こちらはですね、切り終わったら水に5分から10分ほど浸してください。そうすることでお野菜がシャキッとした仕上がりになります。ただですね、もし時間がない場合はそのまま作っていただいても OK です。時間に余裕がある時はね、ぜひ水に浸してから作ってみてください。そして大根と水菜はですね、ドレッシングと合わせる前にしっかり水分を拭き取ってください。今回私はね、ざるで切ってペーパーで拭き取ったんですが、野菜の水切りが簡単にできるね、便利グッズなども売ってますので、そちらを使っていただいてもいいかなと思います。水分がね、結構残った状態で和えてしまうと味がぼやけてしまいますので注意していただけたらと思います。そして味付けのポイントです。今回隠し味に味噌とお砂糖を加えてます。この2つを加えることでコクと旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。お味噌はね、今回だし入りの合わせ味噌を使ってますが、こちらはお好みの味噌を使っていただいて OK です。ただ白味噌に関しましてはちょっと甘くなりすぎてしまいますので、合わせ味噌かまたは赤味噌などがいいかなと思います。そして今回は余った皮を使った簡単なアレンジレシピもご紹介しました。今回はね、くるみあえにしたんですが、他にはね、きんぴらなどにしていただいても美味しく召し上がっていただけます。大根の皮もね、シャキッとした食感がすごく美味しいので、ぜひこちらも活用してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根サラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。